こんにちは。私はダッシャです。ソムリエです。つまり、ワインの資格を3つ持ってる。はい。ワインソムリエの資格。ワインスピリットエデュケーショントラスト。まあ、ドイツワイン系な。なんか一つのワインの資格と一つの日本酒の資格だけ持ってると思ったのに、こんなにいっぱい持ってると思わなかった。今回はソムリエの資格と利き酒師の資格を持っているロシア人ダーシャに話を聞くため、彼女が働いている東京六本木にあるワインショップソムリエにやってきました。ダーシャにいろいろ伺った後、おすすめの日本酒をテイスティングします。じゃあ、この店の中に何種類のワインがあるんですか？数えたことないですか？大雑把で言えば100種類以上100種類以上あるでしょう。ソムリエの仕事で何が一番難しいですか？お酒を飲むこと。どうしてですか？酔っ払うから。やっぱりつまりテイスティングの時に酔っ払ったりするのはある。テイスティングの時に飲まなくてもいいです。香り味わい確認してすればいい。だけどどの場合にはじゃあ酔っ払うようになるの？ソムリエは。まあでも飲みたいでしょ、美味しいから。まあそれはもうソムリエの問題じゃないでしょう。それは個人的な問題だと思うけど。OK。つまりテイスティングの時に別に酔っ払いにならないということでしょ？酔っ払わない。酔っ払わない。仕事中は酔っ払わないですね。ソムリエはアル中になりやすい？そうですね。なりやすい。なりやすいとは思う。お酒は美味しいし、誘惑だし、もしそのアル中毒の問題がありますよ、この世には存在してますよって知らなかったら危ないかもしれない。なんだけど、ありますよ。アル中毒の問題はありますよ。皆さん注意しましょうよ。酔っ払わないようにしましょうよっていうふうに考えれば大丈夫だな。飲んだことないものは大体どんな感じかわかる。はい。すごい。でも飲んでみればもっとわかる。お、なんかここはロシア語書いてるんだけど。見たことある？わお。何それ？О! Подожди, дерзай в свою мечту. なんか Иди 私は своей ここに働いてないの дорогой. に発見した。 И пусть люди говорят すごい。 все, что угодно. Наталья. まあつまり自分の夢を達成するためには自分の道を歩きなさいみたいな感じ。人はどう言われても自分の道歩きなさいという意味です。ソムリエといえば頭の中でワインというイメージがすぐ出てくるんだけど、利き酒師、つまり日本酒のソムリエは、特に外国人の日本酒のソムリエはかなり珍しいと思う。どうしてワインのソムリエの資格を取った後で日本酒の資格も取ることにしました？日本酒も美味しいですので、2番目に好きなのは日本酒で。素晴らしいお酒。でもなんでワインは全世界に知られてて、ブルゴーニュだったりボルドーだったり有名で好まれるのに、なんで日本酒はそうじゃないのってことは、不思議だと思います。でつまり世界でもっと知られればいいと思う。いいと思います。お寿司、全世界お寿司食べるでしょ？好きでしょ？カリフォルニアロールだったり、今度順番的に日本酒でしょって思います。次は日本酒。次は日本酒です。はい。いやだから全部我々はカタカナにした方がいいと思う。なんか2人がこんな感じで話した時には、ワインの好きな種類は何ですかみたいなのを思って。すみません、母国語じゃないので。一生懸命頑張ってますけど。じゃあとりあえず今日の夜には飲むという感じ。はい。今日の夜にいい日本酒。いい日本酒飲むことにしましょう。行こう。行きましょう。
ではテイスティングに移りたいと思います。ナスジャさん、一緒に飲みましょうよ。飲みましょう。OK。今日は秋田県の宮間錦出して見ていい？宮間錦を使っていうお米の種類を使った日本酒と、秋田県はちなみに一番日本酒を飲む県です。で2番目、500万石というお米を使った日本酒をトライしたいと思います。栽培面積広いお米として部位の中に入ってます。こちらはすごく有名な日本の銘柄獺祭。こちらの特徴はこちらの千枚部合なんとか磨き3割9分、39% まで磨かれてるんですね。まあ例えばこちらだと 55%。 要は磨けば磨くほど香り高い美味しいお酒になります。で使ってるお米の種類書いてない。それはどうでもいい。清酒10枚大吟醸。こちらはアルコール醸造時アルコール添加してないです。焼酎添加してないものです。でこちらの500万石は添加してるものと、つまり焼酎が入ってる。焼酎がちょっと入ってます。はい。それも香りと味わいを良くするためになりますね。であと生酒、要は火入れをしてないお酒です。火入れをしてないお酒のことについてナッサのコメントを聞きたいと思います。どう思いますか？はい、日本ではすごく有名な銘柄です。美味しいお酒です。今とりあえずテイスティングのやり方を教えてほしいんだけどもう私は早く飲みたいみたいな感じ。最初は色を見ますけど、色はほぼ同じですね。今日ここの光だと全然日本酒のテイスティングにはちょっと合わないね。合わないんですけど、こうやって櫛を使ってちょっとだけ色が違いますね。生酒と火入れをしてるお酒がちょっとだけこちらの方がゴールドですね。ゴールドのニュアンスも入ってます。はい。でその次は何をする？次は香りを確かめます。香り。一つずつ香り。何か変なのとか変だなとかこういう香りが好きですとかそういうのはありますか？ちょっと待って。これはかなり濃くする。そうです。殺菌消毒はしてないので消毒してない酒なのでちょっとこれはちょっと甘く感じた。そうです。お米を磨かれましたのでいい香りですね。すごい5分でソムリエになりました。こっちのあんまりわからない。あんまり区別はつかない。こちらはお米の種類を楽しむお酒です。こちらだとちょっと臭いから多分火入れはしてないと思います。でこちらは香り高いので多分お米をよく磨いたお酒だなと思いますね。こちらはちょっといい香りね。例えば2番目だとお米の何かに例えると
餅炊きたてのお米とか。私は日本酒しか例えない。お餅のデザートとかさ、ね、こちらもそうです。お米の種類を楽しむお酒ですね。で、今度味わいを確かめます。はい。まあ大体全部ワインと同じ。だけどワインはブドウなので、何のフルーツ、何の果実を思えるか、リンゴなのか、ブルーベリーなのか。で、お酒は逆にお米なので、お米のことを考えれば何でもいろいろ思える。餅でしたり、炊きたてのご飯でしたり、バナナとリンゴのフレーバーは使ってる酵母由来の香りです。なるほど。例えばこちらにあるのは教会6号、古い工房を使ってますけど、こちらの生酒だけど、どんどん教会9号とか教会12号とか最近もっといいものが出てきてます。番号古ければ古いほど古いそれは分かった。工房ですと。で、味わうときには何を酸味、辛さ、柔らかいか苦いか。というか私はこういうふうにしないといけないのを知らなくて普通に飲んじゃっただけ。普通に飲んじゃったでもいいです。柔柔らかかった。それも味わい柔らかかったけど、それはもう美味しかったベーシックじゃないよ。ですそれは普通に飲むことだ。あ、ごめん、ロシア語言っちゃった。美味しかった。2番目と何か違うのは感じますか？多分レーシングが終わったら私は酔っ払っちゃうと思う。こっちの方が甘い。こちらの方が辛口に感じませんか？焼酎を入れてるあというのをここに最初書いてない？ここにはないです。は醸造の時焼酎をアルコール添加をしてます。焼酎ですね。そうすると飲んだ時に口をちょっと洗われたような感じはしませんか？なんかドライ。ああ、わかるわかるわかる。何か乾燥された牡蠣を食べたみたいな感じ。はい、こっちにはないでしょ。ないないなん。か口なんか言われたらわかる。言われでしたょ。らわかる。そうだからすごい簡単。言われたらわかるね。簡単ね。言われなかったらもう私はどうでもいいってことよ。最初言ったのはこちらの方が甘いって言ったんですね。こちらの方が辛く感じたっていうことですね。とこういう感じになっちゃう。渋かった。しなかった。はい。で3番目は香り高いお米、よく磨かれたお米のでそしたら味わいはどうでしょうか？はい。多分変なこと言うと思うけど、これと同じぐらい甘いか、ちょっと甘さそんなに高くないけどアルコール度はもっと高い気がする。違う？アルコール度はこちらだと16度、こちらだと14度。当たりさすが私。あとアルコール添加してるかしてないかどう思いますか？醸造の時焼酎入れてるか入れてないか。してないんでしょ。すごい素晴らしいよ。5分しか私はできる限り5分しか合わない理解できね。理解しようとしてる。頑張ってるよ。すごい。途中でわからないのことはあっても、私はいい先生なのかマスターさん天才なのかで4番目最後、生酒はあまり好きじゃないんですけど、雑味と雑香が、でも好きじゃないのになんでおすすめの日本酒として。あんまり飲んでないんですけど、いやこれすごい美味しい。本当？はい、有名で美味しいブランドなんで。臭いのにそんなに味が悪くない。火入れをしてないので、そういういろんな
んな味わいと香りを楽しめるお酒だと私は言えます。なんか簡単に言えば、いい日本酒か悪い日本酒かなんか決める基準あるんですか？ないです。全部の日本酒はいい日本酒です。正直言って、悪いお好みがあります。例えば私のお好みがあってとお米がよく磨かれていい香りしてて、あとアルコール添加してないので柔らかい、飲みやすい日本酒は好きです、個人的に。だけど私は好きだから他の日本酒は悪いとは言えないでしょ。だって生酒好きな人もいます。臭いと感じない、臭いと思わない。いやすごいいい香りですと思いますし、そういう基準はないですね。いい日本酒か悪い日本酒か。じゃあ例えば女性向きの日本酒はどれですか？女性に向いてるとか女性に人気がある。人気が多分こちらの純米大吟醸でお米の香りと味わいをそのまま楽しめる柔らかい味わいのものが女性向けだなと思います。OK、ロシア人に向いてる日本酒はそのうちにはどれだと思う？3番だと思います。こっち？はいこの一番磨かれてる。はい3番か1番だと思います。これか。ナスタさんはどう思いますか？女性から見ると多分これが一番飲みやすかったと思う。はい、だから多分ロシア人の女性にこれが一番おすすめしたいです好きなものかな。ね。はい、男性だといえばまあもちろんなんか2番か男性らしさなのでこっちかな。ああ生酒多分もうそれは私の考え方だけじゃあ今なんだけど。度男性と一緒に飲んでみて、ロシア人のロシア人の男性と一緒に飲んでみてどっちが一番美味しかったって聞いてみましょう。 OK、いい日本酒になるために何かルールがあるんですか？いい日本酒簡単にすぐ作りたい場合は酒造公的米山田錦を使えば、その米の種類だけが言うことを聞いて、醸造家の言うことを聞いてくれる米なので簡単にできます。他だとこうランクがあるじゃないですか。山田錦が一番500万石、宮山錦なんだランクが下がるとなんで当時の、醸造技術工夫をしていろんなことをしないといけない。美味しいものを作るために。なるほど、はい、日本酒をワイングラスで飲んでみてください。香りをよく取れますし、よりよく楽しめるようにはなると思います。はい、もう一言だけ言いたいと思います、はい、日本酒について。今日は飲んだものの中で生酒の中で一番美味しい方だなと思います。で女性向きは一番の宮山錦、秋田県のお酒。ごめんなさい、毎回確認する。日本語なので漢字なので私外国人なので結構苦労しました申し訳ないです。お酒を飲み始まったばかりの女性には美味しくいただけると思います。でこちらもやっぱり女性的だな、マイルドな飲みやすいの日本酒で獺祭のもので、こちらはまあいわゆる男性的だな、ちょっと辛口な日本酒でした。吟醸なので醸造アルコール使ってますのでちょっと男性的な味わいになります。全種類美味しかったですね。ごめん、話してるうちにちょっと食事が来ましたが、はい、とりあえず食事を始まる前に
今日いろいろ私に教えて、私の質問を聞いて、答えるのを頑張って、ありがとうございます、本当に。YouTube チャンネルうまくいったら、このワイン買いたい。というか絶対買おう。